いやー、ひたすら欲しい。これは。ひたすら欲しい。ご視聴ありがとうございます。シーサーです。ついにやってきました。シーサー文房具チャンネル登録者100万人突破記念企画。100万円で何買う文房具選考会をやっていこうと思います。先日チャンネル登録者数100万人突破しまして、そこでね、100万円を使い切って僕がまだ紹介したことがない文房具をね、買いまくろうっていう、その企画をね、やっていこうということで、先日何を僕に買ってほしいかっていうね、リクエストを動画のコメントで募集させていただきました。でそこでね、もうめちゃくちゃたくさんのコメントをいただきまして、今のね、動画の撮影時点で1812件のコメントをいただきました。もう本当にたくさんのコメントありがとうございます。めちゃくちゃ膨大なコメントなんですけれども、全部ね、この動画で読ませていただきます。皆さんからのコメントを読みながら、何のペンにしようかっていう候補をこの動画で出していきたいなと思います。今回はね、でかいモニターがないとちょっとやっていけれないので、いつも僕が動画編集をしているこの机で、動画を撮っております。1800件のコメント、かなり膨大なので、全てのコメントを動画内で、紹介するのはちょっとね、申し訳ないんですけど、難しいです。ただ、コメントを読んだものには順番にハートをつけていきますので、一つ一つしっかりと読ませていただきます。一瞬だけ宣伝です。自社ブランドシーサーから新作の真鍮芯ケースダイジェクトが新登場。真鍮ボディの重量感はロマンがある。0.5mm の芯を40本収納可能。最も特徴的なのがこの先端ノズル。このように振ることで 0.5mm の芯を1本ずつ出すことができます。シャーペンに直接芯を入れるため指を汚す心配がございません。ダクトペンケースの芯ケースポケットに入るほどコンパクトな芯ケースです。詳しくは概要欄から。まずはですね、YouTube のこの評価順で、一番上の方から見ていこうと思います。はい、こちら、千代さん。100万円を1本のペンに使ってほしいです。100万人記念は数字で見ると一番の節目だと思うので、今までのシーサーさんの努力を象徴する1本を購入してほしいです。切実なコメントありがとうございます。これ577もね、いいねがついておりまして、他のコメントと比べるとね、圧倒的な高評価数なんですよね。ファーバーカステル限定品万年筆ペンオブザイヤー2023古代エジプト102万円みたいな。確かにね、1本でもう使い切ろうと思うと、こういったね、100万円の万年筆も、実はね、世の中にあるんですよね。僕今年ね、エジプトに行ってきたんで、ちょっと惹かれるところはあるかもしれない。一応2023年の限定品だけど、一応購入はできるってことなのかな？今すぐ購入。できるんだ。やっぱり皆さんからのコメントを読んでみて思ったのは、ちょっとね、こんな感じで行こうかなって思いました。100万円の中で本当に欲しい記念のもうなんか特別な1本を選んで、例えばそれが40万円だったとしたら、残りの60万円で皆さんからのリクエストですね、筆箱とかシャーペンとかボールペンとか万年筆とか、その他の文房具を買いまくるみたいな、そんな感じの、お金の配分でやっていくのはありかなって今は思いました。続いて、100万人おめでとうございます。ぜひモンブランのマイスターシュティック万年筆を購入していただきたいです。高級筆記具の一種の頂点といえる、モンブランの万年筆を、ぜひ紹介してほしいですということで。万年筆というかもう世界中のこの筆記具の最も象徴する一本として、モンブランのマイスターシュティックはね、今回やっぱり選びたいなっていうふうに思いますね。マイスターシュティックでもね、本当に色々あるんですけれども、この中でもね、一番スタンダードなこの黒いプレシャスレジンを使ったね、モデルも行ってみようかなとか思ったり、定価が17万8200円。やっぱり文房具 YouTuber としてモンブランの万年筆はね、やっぱり持っておきたいし紹介したいし、やっぱ一つのね、なんか基準になると思うので、マイスターシュティックは結構ありかもしれないな。で、マイスターシュティックをせっかく買うなら、149だけじゃなくて、クラシックとかルグランとかもね、3つのサイズがあるので、これをね、全部買って比較をするっていうのもすごくありかなっていうふうに思いますね。149が一番でかくて、定番なんだけど、実はちっちゃいモデルの方が、書きやすいんじゃないかとか、そういうところもね、ちょっと気になるんですよね。ということでね、ちょっと候補に入れていこうかなと思います。そうですね。この3本だけで40万円くらいいくのか。いや、マジで万年筆だったら一瞬で100万いっちゃうかもしれないな。
100万人達成おめでとうございます。土屋カバンのペンケースを紹介してほしいです。土屋カバンか、確かに。土屋カバンのね、このコード版の名刺入れはね、これ使ってたりするんですけれども、なぜかね、ペンケース持ってないんで、確かにありかもしれない。こんな感じのスリムタイプのね、ペンケースもありながら、うわ、これずっと気になってる。ロールペンケースね。ロールペンケースもいいっすよね。限定色あるんだ。ちょっとグレージュっぽい。このミディアムブラウン気になるな。ナチューラ、ヌメ革ファスナーペンケース。これ1万1000円もするんだ。フォルムがシンプルでかっこいいし、なんかね、このヌメ革の経年変化もね、めっちゃ楽しめそうで気になりますね。緑の文具シリーズ特集とかどうですかね。緑はアイディアやデザイン性に溢れたものばかりで見ててすごい好きですし、シーサーさん目線でどういう反応になるか見てみたいです。確かに緑って結構なんかアイディア商品なものがねすごい多いイメージで、僕もなんかねアルミ段ボールカッターとか、あとアルミ&ウッド定規とかね、結構愛用してるものもあるんですけれども、こんなに種類があるんですね。すごいな。最近なんか手帳欲しいなって思ってて、手帳もありかもしれない。あとペンケースですね。ペンケースもどえらい種類ありますね。これ先日買ったやつだ。これ元デイさんとのねコラボ動画で買いましたね。これね550円なんですけど、めっちゃ使いやすいんですよね。めっちゃお手頃だしいいですね。MD ノートダイアリー。これいいかも。こんぐらいのね余白僕欲しいんですよね。もうそろそろね2026年ということで、ちょっと手帳もかなりありかなと思います。はい、続いて、モンブランの作家シリーズを使ってみてほしいです。昔の名だたる文豪や劇作家などの名前を冠した背景情報も見た目も超おしゃれなシリーズです。でも高すぎて買えないのでレビューしてほしいです。ということで、ちょっとモンブランの作家シリーズ見てみようと思います。いや、すごい。これとか78万円もするけど、ジェイン・オースティンリミテッドエディション。すげえ。文学史における英国人作家の方なんですね。いや、イケてるな。これ何の木使ってるんだろう。結構でもペン先はシンプルって感じのデザインなんですね。すごいな。もう芸術作品ですよね。グリム兄弟。これは78万3200円ですね。これなんか桁1個間違えてますよね、これ。704万7700円。これは予算オーバーですね。すごいな、これ。オマージュ・トゥ・ロバート・ルイス・スティーブンソン・リミテッド・エディション。スコットランドの方なんだ。ちょっとね、僕文学系全然知らなくて、めちゃくちゃ有名な方なんでしょうね。なるほどね。これ、いやでも700万だもんな。相手のね、ブラック系とかもかっこいいですね。これなんだろう、革なのかな、木なのかな。もっとやばいのがある。これやばいな。3200万円。これも3200万円だ。すげえ。なんという。お問い合わせについてはお問い合わせください。小泉公文ですかね。あと、このコメントめっちゃ面白かったですね。ドイツに行って有名筆記具メーカーに見学とかどうですかというところで、買うというよりかは、現地に行って触ってっていうね、その思い出だったり、現地レポートみたいなのも兼ねて、やってほしいっていうところなんですけれども、確かに、それもめっちゃ面白いですね。今の筆記具メーカーさんのご縁とかで、なんかカフェコにね、お邪魔するとか、なんかそんなこと多分言えばできるかもしれないなって思うので、ちょっとね、これ今後なんか企画の参考にさせていただきます。ありがとうございます。続いてリクエスト、予算100万円文房具旅とかがいいです。ありがとうございます。確かにね、その土地にしかない文房具屋さんとかって、あったりしますよね。伊東屋だったり、長沢文具センターとか、うさぎ屋とか、なんかそういったところをね、なんか回りながら、ちょっとね、いろいろ、買う旅とかもね、面白いかもしれないですね。はい、続いて100万人おめでとうございます。ありがとうございます。半年前ぐらいにピッツプレミアムっていう真鍮のシャーペンを買って、結構細めで重量もあり合成感がすごく書いてて気持ちがいいペンですとのことで、なんか Amazon で見るとこれ6480円税込みで、さらにこれ500円オフクーポンをね適用させると6000円いかない価格でねこれ買えるんですね。これ結構どうなんだろうな、これ。なるほどね。真鍮の多分剥き出しにこれ新ケースもこれついてきてるっていうね。いやこれ結構すごいですね。ペンと同一デザインのシャープ新ケース。ちょっと Y スタジオ感あるんだけど。なるほどね。こういうのが出てきたんだ。ちょっとこれ気になるので買ってみようかな。
はい、続いて、これなかなかにすごいんですけれども、プラチナ万年筆の、センチュリーのザ・プライムですね。こちらセンチュリーの100周年記念モデルということで、2019年に登場したモデルらしくて、これ世界限定100本っていうね、これすごいな。しかも価格が面白いことに、税抜きで100万円ということで、いや、これ100万人記念にマジでぴったりなペンなんじゃないかな。100万円と100本限定で100周年っていうね、100が3つも続いてるってところで、ちょっと100万人記念にめっちゃふさわしいなとか、めっちゃ思いますね。いや、めっちゃ高いな、これ。すごい。センチュリーこんなモデル出してたんですね。へー。なるほど。センチュリーのザ・プライムは2種類あって、一つがシルバーの軸になったモデルですね。ちょっと色が落ち着いた感じになっていて、もう一つがプラチナの軸を使ったセンチュリーですね。かなりシャイニーな明るい輝きをしてまして、いや、プラチナを軸にするってやばくないですかね。なんかプラチナコーティングみたいなね、表面をプラチナで薄くコーティングするとかならまだね、わかるんですけれども、もう軸にプラチナを使ってるってことで、いや、こりゃ高いわ。ほぼ素材代なんじゃないかな、これ。いやいやいや、これ重量を見てみると 62g ってことでね。すっげえ重いですね。プラチナの方が 62g で、シルバーの方が 38g っていうところで、いや、この重量感から来る書き心地とかもね、なかなか極上なんじゃないかなと思いますね。なかなか悩ましいですね。続いて、万年筆のカスタム漆はどうでしょうか。パイロットのカスタム漆ですね。そうですね。僕パイロットの万年筆を、持ってないことはないんですけど、そんなに使ってこなかったんですよね。価格が、税込み16万5千円ですね。エボナイト削り出しのキャップ軸にロウ色漆仕上げを施し、パイロット初の30号ソフトペンを搭載した大型万年筆。すげえ。やっぱりね、日本の万年筆ってところも痺れますよね。いや、これ結構ありかもしれないな。やっぱりね、日本の万年筆っていうのもすごい気になるんですよね。ペリカンとかモンブランの万年筆もすごいいいんですが、日本のね、エボナイトとか漆を使った職人技が光る万年筆とかも、やっぱ一本日本人として持っておきたいなみたいなところもあって、ちょっとこれも候補に入れさせていただきます。はい、続いて、モンブランの146、149、あと、ペリカンの M600、M800、M1000 を買ってほしい。理由はみんな高くて買えないのと、有名な二大巨頭の万年筆を書き比べてほしいっていうところで、いや、これありがとうございます。いや、これね、本当にありですね。いや、僕ね、やっぱペリカンの万年筆ね、1本も持ってないんで、やっぱり1本持ちたいなって思うし、でもね、4種類のサイズがあるんですよね。400と600、800、1000っていうね。で、この中で正直どれを買えばいいかっていうのが自分でもわかんなくて、ちょっと1000だとでかすぎるのかなとか、いやでも1000の方がこのでかい分書き心地がね、すごい柔らかくてしなやかで、気持ちいいのかなとか思うと、いや、どれにすればわからないって。だったらもうこの記念で全部買ってしまえばいいんじゃないかっていうところもすごく、思うんですよね。いや、これめっちゃ気になるな。これスーベレーン1000のルネサンスブラウンっていう、これ特別生産品らしいんですけど、ストライプ模様じゃなくて、このルネサンスブラウンっていうね、このちょっとマーブルっぽいブラウンの大理石みたいな、そんな模様がね、いや結構タイプなんですよね。これかっこいいな。マジでこれ100万人記念にしたいっていうぐらいかっこいいな。うわ、すげえ。ブラウンとクリームカラーのコンビネーションのアクリル素材。いや、これいいな。マジか。すげえ。しかも M1000 っていうね、個人的にめっちゃ気になってた一番でかいサイズですし。へえ、すげえな。スーベレーン、ブラックマットスーベレーン809。なんだこれは。かっこいい。結構僕はこういうね、ガジェット系とか、これエアロ合成感マックスシャーペンなんですけど、もうブラックで揃えたがりなんですよね。ちょっとね、これ限定カラーなんですけれども、M800 の茶島っていうね、カラーがね、過去にあったんですよね。いや、このブラウンとブラックのね、ストライプ模様がマジでかっこいいな。M800 行くならこの茶島行きたいなっていう感じもあるな。これ長沢文具センターさんのね、ブログなんですけど、いや、いいっすね。買うなら茶島行きたいな。
ちょっとこれも一応候補に入れさせていただきます。で、次は M600 ですね。結構コンパクトサイズなんですけれども、こんな感じで、いや、この色めっちゃかっこいいなと思ったんですよね。ちょっとガンメタルっぽいんですかね。グレーとブラックのストライプ模様になっていて、で、この金具の色がゴールドじゃなくてシルバーになってるんですよね。このなんかモノクロカラーって感じがね、これまたかっこいいな。一応ペンハウスさんのね、サイトには、定価が71,500円ということで、ちょっと候補にこれも入れさせていただきます。続いて、エバードローの名木モデル買いまくってほしいなっていうところで、うわ、いいですね。名木モデルが普通に売ってるんだ。かっこいいですね。価格が 13,200 円ってところで、通常のエバードローと形は同じなんだけど、ちょっとね、木にこだわっているってところで、その金額で販売っていう感じですね。いや、かっこいいな。で、多分イベント限定になるとこの八角形のモデルになるっていうことなんですかね。いや、でも一般販売もね、されるようになったってことで、マジでこれ候補に入れさせていただきます。はい、続いて、アンドリーベジップペンケース3本差しを買ってほしいです。理由はシンプルに買うか迷っているからです。いや、これね、いいっすよね。マジでね、アンドリーベさんって文房具好きのなんか、好みを分かってる感ありますよね。多分ね、これダクトと同じウルトラスウェード使ってるんじゃないかなと思いますね。でもダクトと同じウルトラスウェード XL ではないのかな。いや、これね、いいですよね。万年筆ってかなりね、やっぱ直径がでかいので、なかなかダクトだとね、モンブランの149とかが入らないとかがあるんですけれども、これだったらね、すごい楽々入るっていうところで、確かに今回ね、この万年筆、結構でかい万年筆も候補に入れてるので、それを持ち運べるペンケースっていうのもかなり気になりますね。右側には万年筆3本を入れて、で、左側にはこんな感じでね、ペンをズボズボと刺していったり、あと芯ケースとかね、メモ帳を入れることができるということで、使い勝手としてもね、かなり、優れてる、そんなペンケースなんじゃないかなと思います。で、価格がね、これまためちゃくちゃいい価格ですよね。14,800 円というところで、これはね、めちゃくちゃ安いと思います。いや、どうやったらこんな安く作れるんだろう。しかもこれ日本製ですよね。個人的にはね、このスムースブラックが一番気になりますね。はい、続いて、ファーバーカステルの伯爵コレクションクラシックのボールペンをレビューしてほしいです。理由は見た目がとにかくおしゃれでかっこいいのですが、書き味とか書きやすさなどを詳しく知りたいからです。というところで。いやー、伯爵コレクションね。これまで僕持ってなかったので、やっぱり今回ね、100万人記念で、こればかりはね、買いたいなというふうに思いますね。ボールペンですね。万年筆はね、正直モンブランとペリカンで結構買っちゃうような気がして、確かにボールペン行くのはかなりありかなと思っております。気になるのがこれですね。クラシックコレクションスネークウッドローズゴールドボールペン。いやー、スネークウッド、こんな感じのね、模様なんですけれども、スネークウッドってめちゃくちゃ高いんですよ。超高級な、木材なんですけれども、なんかスネークウッドこれ確か一回廃盤になったような気がするんですけど、なんかまたニューって書いてあるから、復刻したんですかね。ちょっとこれめちゃくちゃ嬉しいな。なるほど。世界限定1888本ということで、シリアルナンバーがね、こうやって刻印されているそうですね。へー、すげー。限定なんだ。限定ということはちょっと早く買わないとっていうところもあるし、価格が12万1000円ということで、ちょっとこれ結構ありかもしれない。いやー、本当にね、素材によって全然価格が違うっていうのが面白いですよね。マカサウッドの、ボールペンなんかは6万6000円でね、販売されてるし。いやでもせっかく行くならね、これスネークウッド行っちゃいたいなっていう感じがめっちゃしますね。めっちゃなんかシーサーっぽくないですか、この色味。続いてヘキサゴナル伊東屋限定色。これまた伊東屋さんすごいことしますね。ライトグレーのボディにマットゴールドが上品に光るヘキサゴナルの限定色が現在登場しておりまして、こちらね、今普通に在庫がある状況で価格が5500円という感じで販売をされております。いや、これめっちゃ気になるな。もうなんか限定ってだけでね、これはもう買いたくなっちゃいますよね。続いて、ルンルンの新作筆箱すべて購入。文房具好きになったら一度は通る筆箱の道、ルンルンのペンケース。そこで新作が最近たくさん出たので、ぜひ。ルンルン663ストーンペンケースコーヒーブラウン。いや、これかっこいいな。いや、かなりね、ヴィンテージで。
コーヒーが散らばってる。なんかルンルンのね、こういう素材の選び方ってなかなかうまいですよね。他のペンケースブランドではね、見ない、素材の選び方っていうところがまた面白いなと思いますし、何よりね、これで価格が2190円っていうところで、めちゃくちゃ安いですよね。続いて、ペンテルの60周年限定製図用シャーペンをレビューしてほしいです。色が60周年限定仕様になっていて、そこが魅力ですというところで、これですね。めっちゃかっこいいですね。いや、これね、実は買おうと思ってたんですけども、この100万人記念で、せっかくなので買おうかなと思います。ペンテルのグラフギア1000とグラフギア500でグラフ1000の3本が入った限定カラーですね。黒を基調にしたこれまでありそうでなかった限定カラーですよね。なんかグラフ1000のここのコード表示窓のところがね、普通 0.5 ミリだと白なんですけど、ここもね、黒になってるってだけで、いや、かっこいいですね。いや、普通こういうペンとか作ってると、黒って一番売れるカラーだから、これをね、通常色としたいなっていうふうに思うんですけれども、あえてこれ限定カラーにしちゃうっていう、このなんか、思い切ってますよね。なんでこれ限定にしちゃうんだろうっていうぐらい。いや、これはコレクターにはたまらない。ペンテルの製図用シャーペンの歴史年表付き3本セットってことで、歴史年表がね、これ付いてるんですよね。で、お値段が3本セットで4950円ということで、これは買わせていただきます。はい、続いて、フランベルクのシャーペンをレビューしてほしいです。手に持つとずっしりした重みがあり、書く時の安定感が抜群です。ということで、ね、かなり詳細にこの方まとめていただいたんですけれども、フランベルクさん、ちょっと僕初めて、知ったんですけれども、結構独創的な金具で使ってるんですね。ちょっとこういう形のペン初めて見て、いや面白いな。へー。新ケースも作ってるんですね。フランベルクさんは、なるほどね、イベントとかで結構販売をされてて、正規の取扱店さんでもこんな感じで販売をされてるってことで、今のところオンラインストア見るとね、ソールドアウトにめっちゃなってるんですよね。だからちょっと今、ここですぐにポチってしようと思ってもなかなかできないっていうのが、現状なんですけれども、なんかイベントとかでちょっと今後機会があれば、ね、チェックしてみようかなと思います。はい、続いて、もし何本か買うなら1本につき1動画で紹介してほしい。そして動画の最後に、こんな感じで、シーサーさんの歴史、そして100万人までの軌跡を100万円分の文房具たちで表現してほしい。確かに。いや、この演出の仕方めっちゃ面白いですね。なんか今、僕的に思ってたのは、今回の動画で100万円のやつを決めて、で、次の動画では、もうとにかく、開封しまくるみたいなことを考えてたんですけれども、ペンごとに確かに分けてやって、何本立てか、10本立てとか20本立てとかでお送りしていくっていうのもすごいありかもしれないですね。確かにこれめっちゃいいコメントだ。ありがとうございます。島田小割製作所の、シャーペンを買ってみてくださいということで、実はね、ちょっと前に買ったんですけど、なかなか紹介できてないので、また、開封レビュー動画出そうかなと思っております。はい、続いてカランダッシュエクリドールのシャーペンをレビューしていただきたいですというところで、僕ね、これまでボールペンはね、エクリドール持っていたんですが、シャーペンをね、持ってないので、確かに結構気になるかもしれないですね。せっかくなら買ってみたいなっていう気持ちもありますね。エクリドールもね、本当にいろんな柄があるんですけれども、やっぱり一本、ちょっとね、こういうローズゴールド系のエクリドールもいいなとか思ったり、これもかっこいいですね。ちょっと男が好きなデザインって感じなんですけれども、いや、かっこいい。めちゃくちゃセンスいい柄してますね。これが42,900円。結構しますね。でもこれボールペンか。自分が持ってるので言うと、このエクリドールアベニューの、これボールペンをね、持ってるんですけれども、あえてね、同じ柄で、シャーペンを買うっていうのも、ありかなとか思いつつ、でもせっかくならね、ちょっと違う柄も行きたいなっていう気持ちもあるんですよね。これなんかかっこいいですね。エクリドールレーシングメカニカルペンシルっていうところで、ちょっとレーシングっぽい、デザインになってて、ちょっと車好きの僕からしたら結構これもね、ワクワクするな。ちょっとね、カーボンっぽい模様っていうんですかね、そういうところかっこいいし、このアクセントでね、レッドのなんか差し色が入ってるっていうのもおしゃれで、こういうね、ペンシースもついてるんですね。これはコバがレッドで塗られていて、かっこいいですね。これが 38,500 円ですね。ペンシースがついてないモデルだと 34,100 円で売ってるっていう感じですね。
はい、続いて、ラミーのダイアログ3や CC が見てみたいです。ということで、はい、ダイアログ3がこちらですね。僕自身ダイアログ1と2は、持っているんですけれども、3はね、まだ持ってないんですよね。本当にね、かっこよくて、今回このダイアログシリーズの第3弾ということで、フランコ・クリビオさんっていうね、デザイナーさんとコラボした、商品となっています。1と2はボールペンだったんですけれども、今回のこの3は、初のね、ダイアログシリーズでの万年筆ということで、ペン先が収納できる万年筆っていうところがね、なかなか、シンプルでね、かっこいいなというふうに思います。色がこちらのピアノホワイトとピアノブラック、光沢のあるブラックですね。それから、パラジウム、ちょっとシャンパンゴールドっぽいメタリックカラーと艶消しのブラックの4色展開となっていまして、6万円となっております。いや、これもね、結構実物を見てから判断したいところではありますが、ピアノブラックのこの光沢感もかっこいいなとか思いつつ、このね、艶消しのマットなブラックもかっこいいですよね。ダイアログシリーズ僕好きっていうこともあって、結構ね、試してみたいっていうところもあるので、これも候補に入れさせていただきます。それからラミのダイアログ CC ですね。こちらは僕あんまりごめんなさい、詳しく分かってないんですけれども、さっきのダイアログの通常の万年筆と比べて、なんか角張ったようなデザインになってて、ちょっとデザインが違うというところが一番の違いなのかな。なるほど。さっきのダイアログはクリップがあったんだけど、今回はクリップがないということで、ここにね、転がり防止のストッパーがついてるっていう感じですね。これもね、気になるな。はい、続いてはラダイトのベンディペンケースエッセンシャルマヤ。こちらですね。ロールペンケース。なるほどね。これですね。ベンディペンケースね、僕デニム生地のものは持っていたんですけれども、レザーの、マヤレザーっていうね、ちょっとプエブロとかマルゴっぽい革を使った、モデルもね、新しく登場したということで、これ持ってないので、いや、結構気になりはしますね。デニムのベンディペンケースと比べても、ちょっと、ここのね、機能が違うんですね。1本差しのところが5本ついてる。これいいですね。なんかもう本当に開いた時はロールペンケースみたいに見えるんだけど、ここのね、ファスナーペンケースのところが、これ2つファスナーがついてるので、言ってしまえば、ルポペンケースみたいな。でもこれ三つ折りなのかな。これ C カンパニーのルポペンケースっていうペンケースなんですけれども、これはね、こんな感じで二つ折りのペンケースになってて、で、内側には一本差しペンケースがここに2つついてて、で、ファスナーペンケースがこことここの2つについてるっていうペンケースなんですけれども、便利ペンケースのエッセンシャルマヤは、三つ折りになってるってことで、ちょっとそこら辺の使い勝手なんかもね、かなり気になりますね。面白いこれは。はい、続いて、ラダイトのトライラテラルペンケース。はい、こちらですね。なるほど。スリップオンの BT ペンケースみたいな形状のペンケースになってて、機能としてはそんなに、目新しさがあるわけではないんですけれども、このね、すごい定番の形のペンケースをラダイトが出してきたっていうところがね、また気になりますよね。なるほど。ここのところに定規用のポケットがあるから、定規とペンを別々にして入れることができるよっていう、そういうペンケースですね。これは確かに新しいかもしれない。面白いですね。なるほど。こっち側が定規用で、こっち側はなんかちっちゃいポケットが2つあるから、付箋だったり、クリップとかを、入れることができるよっていうところなんですね。結構面白いですね。ちょっとここら辺の使い勝手も気になりますね。はい、続いて、モンブランのパトロン・オブ・アートシリーズを紹介してほしいですということで、ありがとうございます。いやー、すごいですね。これはさっきの作家シリーズとはまた違ったシリーズとなっていまして、最も影響力のある芸術運動の促進を援助した講演者や支持者に焦点を当てた万年筆からなるコレクションですということで、価格に関してはね、すごい、価格となっております。一番安いやつで60万円。で、高いモデルだと、150万円といったシリーズとなっていまして、いやーすごいな。めちゃくちゃかっこいい。なんか本当にパリなのかな、ヨーロッパって感じのデザインになってますよね。生産本数もかなり少ないですよということで、これを所有できることっていうのは一種の文房具好きとしてのね、なんか本当にすごい特別なことなんじゃないかなと思います。うわ、このキャップ
プなんかもすごいですね。このクリップの先端のところの宝石みたいなのもなんかすごそうなものが使われていますし、もうね、これ多分実物見たら本当にすごいんでしょうね。はい、続いて、ファーバーカステルのパーフェクトペンシルを買ってほしいですということで、いやー、ほんとね、これは6万円の鉛筆ということで、確かにね、文房具の原点といえばやっぱり鉛筆っていう印象は僕もありますし、原点回帰みたいなところで、象徴的な鉛筆を、購入するっていうのはすごくありなんじゃないかなっていうふうに思います。パーフェクトペンシルね、ちょっと正直鉛筆に6万円もかけるかみたいなところの、どれぐらいその価値があるのかみたいなところが正直自分もあんまり分かってないところがあって、そこの好奇心ですね。そこをね、実際に買ってちょっと試してみたいなというところも正直ありますね。パーフェクトペンシル、ブラックだと 46,200 円。スターリングシルバーですね。だったら 66,000 円で、ブラウンのプラチナコーティングだと 36,300 円。で、同じくブラックの、プラチナコーティングだったら 36,300 円ということで、なるほどね。このスターリングシルバーが 66,000 円とめっちゃ高いんですけれども、他のカラーだと3万円台で買えたりするっていう感じなので、いや、それでもめっちゃ高いな。なんか、ちょっと金額まひってる感じするんですけれども、いやーでもね、スターリングシルバーは確かに気になりますね。本当に銀を、そのままこの鉛筆のキャップに使ってるってことなんですかね。経年変化とかもかなり楽しめそうですね。で、この鉛筆キャップなんですけれども、ただのキャップじゃなくて、消しゴムもついてて、で、さらに芯を削るね、シャープナーも入っているっていうことで、本当にこれ1本あれば鉛筆削りも何もいらないよっていう、そういったところからパーフェクトっていう名前がね、ついてるんじゃないかなと思います。いや、これもね、確かに気になるな。ちょっとこれも候補に入れさせていただきます。はい、続いてカランダッシュのレマンを紹介してほしいです。カランダッシュ僕いっぱい持ってるんですけれども、レマンね、確かにこれまで持ってないっていうことで、いや、そうですね。このレマンもね、実は気になっているんですよね。で、なんで気になってるかっていうと、レマンに新しい限定色がですね、今登場して販売されているっていうことで、ちょっとね、この限定色がね、結構気になるんですよね。これですね、アルパインフロストレマンボールペンっていうことで、価格が12万1000円なんですけれども、これがね、またね、美しいんですよね。一回ね、お店で実物を拝見したことがあるんですけれども、このボディのね、立体感がマジですごいんですよね。ここ、めっちゃギザギザしてませんか？で、触った感じは表面になんか透明な、樹脂みたいなコーティングがされているので、ツルツルとした触り心地なんですけれども、その中にこんな感じでね、氷みたいなね、氷結みたいな模様が施されているってところで、立体感がね、ありながらなんかツルツルしているってところが、すごい、なんか見てて面白いなっていう、そういったボールペンなんですよね。化粧箱もめっちゃかっこいい。しっかりとアルパインフロストのデザインに合ったような、なんか氷のようなね、デザインになっていて、そうですね。これはね、気になりますね。2025年のクリスマスコレクションっていうことで、これなんか買わないとちょっと後悔しそうな、そんなボールペンとなっています。はい、続いて、桜クラフトラボ010がいいですということで、クラフトラボ、これまで009まであったんですけれども、010っていうね、10番目のモデルが実は登場していたということで、僕ちょっとこれあんまり知ってなかったんですけれども、いや、これね、めちゃくちゃかっこいいですね。ハンマーストーン塗装のボディということで、すごい、これ塗装なんですね。まるで、この手でね、打ち付けたかのような、ちょっと不均一な、このデザインっていうのがめちゃくちゃかっこいい塗装となっています。で、カラーがハンマーストーングレー、ハンマーストーンシルバー、ハンマーストーンチャコールの、3色展開っていう感じなんですけれども、結構迷うな。ハンマーストーングレーとか気になりますね。このちょっとカッパーゴールドのような、すごい落ち着いたゴールドもすごいかっこいいなと思いますね。お値段が税込み 13,200 円ということで、クラフトラボ全シリーズこれまで集めてきた僕からしたらね、これも買いたいなということで、これも候補に入れさせていただきます。はい、続いてこれまたすごいですね。100万円超えるけど、ラミーのダイアログ漆を買ってほしいですっていうことで、いやー、すごいな、これ。こんなシリーズがあったんですね。これ限定版らしいんですけれども、
ボディ、さっき紹介したダイアログ3っていう万年筆の表面に漆を施した、超高級モデルとなっていますね。もうなんか実用的な文房具っていうところもあると思うんですけれども、どっちかというともう芸術の方にもう行ってるような、そんな万年筆かなっていうふうに思います。この炭酸みたいなこの泡の、なんていうのかな、模様と、ゴールドのこの落ち着いたね、なんかちょっとジャパンって感じがするデザインがめちゃくちゃかっこいいですね。はい、続いて、カランダッシュ849のシャーペンの商品紹介してほしいですということで、これまで僕ね、カランダッシュの849ボールペンしか持ってなかったので、確かにシャーペンも買ってみるのはすごくありかなというふうに思います。なるほど。シャーペンでも限定のアルパインフロストがあるんですね。これかっこいいな。なんかせっかく買うなら限定モデルを買いたいなって思ったりしてて。で、結構ね、アルパインフロストのね、さっきのレマンのデザインめっちゃ好みなので、これと合わせてね、849も買ってみるのはいいかもしれないですね。ちょっと冷たいクールな感じ。これもやっぱ2025年の限定モデルで、こっちはちょっとシルバーみたいな、ちょっとシャンパンゴールドが入ったような、これまたね、なんか冷たさもありつつみたいなデザインになっていますね。ちょっと候補に入れさせていただきます。はい、続いて、キテラ商事のサイドノックメカニカルペンシルということで、こちらですね。一応ボールペンとシャーペンの両方が出ているらしくて、サイドノック式のシャーペンって知ってますかね？こんな感じでね、もうボディを折ってシャープ芯を出すっていう、そういうシャーペンなんですよね。実はね、トンボ鉛筆でもオルノっていうサイドノック式のね、シャーペンがあったんですよね。これこんな感じで本当にボディをね、折ることでシャーペンが出るという、ちょっと物騒なシャーペンなんですけれども、これのおそらく OEM 工場が一緒なのかな。かなり形状が似てるので、そうですね。本当に使用感なんかは、トンボのオルノと似てるんじゃないかなと思います。でもね、マットブラックにね、仕上げられててかなりかっこいいですし、これまた気になりますね。で、価格が4950円ということで、結構まあまあ高いですね。なるほど。ちょっと、これも、候補に入れさせていただこうかなと思います。はい、続いて同じくキテラ商事なんですが、来年の3月16日に、販売されるキテラのリフトプラスウッドシャープペンシルを紹介してほしいですということで、リフトプラスはね、先日レビューをしたんですけれども、六角形のグリップに円筒形のボディが採用された、意外とこれまでね、ありそうでなかったそんなシャーペンなんですけれども、それの木軸モデルが登場するということで、これまたね、気になりますよね。税込みで6600円ということで、全部木軸の割には別にそんなにめっちゃ高いとは感じないですし、これも気になりますね。でもこれ製図用じゃないのか。これ先端のガイドパイプをちょっと見てみると、こんな感じになってて、砲弾型になってるんですよね。そういうところでちょっと内部機構が変わってるんじゃないかなと思うので、ちょっとここら辺の書き心地とかがどう変わるのかなんかも気になるところかなと思います。やっぱり内部機構を一新してるってことで。なるほどですね。この砲弾型にすることで、ちょっとペン先のガタつきがどうなっているのかなんかも、ちょっと気になるところかなと思います。で、木の種類がこのゼブラウッド、ウォールナットの、2つの木の種類が展開されていまして、そうですね。結構個体差がゼブラウッドの方はあるんじゃないかなと思うので、文房具屋さんでやっぱり実際に見ながら買うとかはいいかもしれないですね。ウォールナットは本当にね、木目の、色味とか、この模様自体は安定してるって感じですね。で、従来のリフトプラスとの比較なんですけれども、コード表示窓が、ウッドの方はなくなっていたりとか、クリップの形状も違うんですね。あと、ロゴがレーザー刻印されていたり、内部機構がフルメタルということで、これまで通常のリフトプラスは内部機構は、樹脂だったんですが、ちょっとフルメタルになったということで、もしかしたら合成感も上がってるんじゃないかなみたいなところ。結構ね、
同じ見た目のシャーペンにパッと見は見えるんですけれども、もう中身は全然違うっていう感じですよね。これね、発売が来年の3月ってことで、今回の100万人記念に間に合うかがちょっと微妙なんですけれども、これも候補に入れさせていただきます。はい、続いて、ペンテルの P205 をレビューしていただけたら嬉しいですということで、ペンテルの製品の中で海外で非常に多くの売れたモデルの一つであり、さらには世界のスタンダードと言われているのにもかかわらず、今では日本国内でペンテルによる販売がなされていないことっていうことで、こんだけ世界中で売れまくってるのに、日本人全然知らないじゃないかっていうところ、ちょっとね、紹介していただきたいということで、ありがとうございます。いや、確かに気になるところではありますね。Amazon だと800円で購入することができるといった感じですね。このパッケージなんかも本当に海外向けって感じでね、これまたかっこいいなと思いますし、気になりますね。今回ね、100万円という予算を用意してて、800円って本当にかなりね、誤差の範囲だと思うので、これはちょっと買ってみようかな。マジこれ候補に入れさせていただきます。はい、続いては工房節の M ペンということで、M ペンってね、皆さんご存知ですかね。工房節といったらペンシル節がすごいね、有名だと思うんですが、実は M ペンっていうローラーボールペンも前々からありまして、こんな感じでね、マグネット式のキャップになってるんですよね。これまたね、結構気になるんですよね。なんか、今更なんですけれども、結構いろいろと工房節のペンを買ってきているんですけれども、これはなんかね、僕持ってないので、これ紹介したいなっていう気持ちも結構ありますね。はい、続いて、ファーバーカステルのエモーションピュアブラックペンシルを買ってみてほしいですということで、こちらですね。いや、かっこいいですね。エモーションね、僕ね、ずっと気になる言ってて買ってないっていうね、買う詐欺をずっとしていたんですけれども、いや、さすがに買いたいな、これ。価格が22,000円ということで、いい価格なんですけれども、そっか、エモーション。普通はこんな感じの木のね、軸になってるんですよね。なんですけれども、サーフェスピュアブラックっていうシリーズが、これ僕ちょっと初めて知ったんですけれども、アルミを採用した、軸となっていまして、いや、かっこいいですね。ちょっとね、木軸の方にしようか、サーフェスブラックにしようかはかなり、良いところではあるんですけれども、そうですね、かっこいいな。価格がサーフェスブラックが22,000円で、梨の木が使われたブラックの木の方は、11,000円ということで、そっか、2倍も違うのか。木の方が安いんですね。これも候補に入れさせてもらいます。はい、続いてユニボール 1P ですね。かなりですね、短くて太いボテッとしたボディなんですけれども、これもね、実は結構気になってて、どっちかっていうと女性向けな感じのデザインというか、ボディなのかなとは思うんですけれども、可愛いですよね。これいいですよね。おしゃれ。高級感がありながらも、税込み660円。安いな。で、2本目がアンジェリックの油性ボールペン、通常軸と真鍮軸っていうことで、ペンを、なるほどね、上下で、別々なので、なんかカスタムできるよみたいな、そういったモデルなんですね。なるほど。通常軸が多分こっちの、全部プラスチックの軸で、真鍮軸がこちらなのかな。真鍮のグリップになってるので、かなり重量感があると思うし、気になるな。結構よくね、雑貨屋さんとかで見るんですよね、このボールペン。本体価格が、通常軸が330円で、真鍮の方が1980円ということで、いや、これちょっと気になりますね。比較も兼ねてね、買ってみるのはありかなと思います。はい、続いて TIJ から出てる TIJ ペンプロプラスですね。こちらも僕初めて知ったんですけれども、クラファンでもともとやってて買ってもらった思い出のペンですということで、このコメントの方がチタンのペンであり多いですね。で、様々なリフィルに交換することができ、デザインと書き心地が最高な唯一無二のペンですっていうことで、いやー、こんなこと言われたら欲しくなっちゃうよね。なるほど。グリップのところが木になっていて、カスタムできる？どうなってるんだろうこれ。結構いろいろと、軸の柄とかデザインとか選ぶことができるんですね。ハートスートラっていうのが
すげえお経みたいなのがひたすら書かれてるっていうデザインになっていたり、あとはマルチカラーグラデーションのボディっていうのが、なるほどね。ちょっと焼いてるのかな。あと、チタン繊維模様のボディということで。なるほど。ちょっとカーボンみたいな繊維っぽい模様。これもかっこいいですね。なるほど。お経にさらに焼きを入れたみたいな、そんなデザインもありまして、なるほどね。一番使いやすいのはこのクラシックなカラーなんじゃないかなとか思いつつ、なんか他にもいろいろ試してみたいっていう感じはしますね。で、5ミリチューブっていうのがなんだ？なるほど。このチューブがあることで軸の全長が変わるのか。で、この木のグリップのところの、素材なんかも変えることができるって感じですね。これ面白いですね。これが台湾ドルらしくて、だいたい2万円ぐらいらしいですね。いや、気になるわ。しかもこのクリップもしかしたら、バニ式？可動式クリップなのかな？いや、もうちょっとこれオタクすぎるな。文具オタクが作った、もうそんな最強のボールペンなんじゃないかなと思います。すごくないですか、これ。こんな感じでカスタムできるから、結構ね、短いペンが好き、長いペンが好きっていろんな好みがあると思うので、そういうのをね、カスタムできるっていうところも、いやー、おもろいな、これ。ちょっとこれも検討させていただきます。はい、続いて、シックザールの革軸ペンを紹介してほしいということで、いや、シックザールさんね、これまたよく見る、最近話題の、革軸工房さんですね。これまで木軸がかなりね、ブームになっていたと思うんですけれども、そんな中ね、革の軸が、生まれたということで、革軸の中ではシックザールさんが一番有名なのかな、というふうに僕は思ってるんですけれども、いや、コード表示窓付き新ケースもこれ気になるな。シャーペンもあったりといった感じで、これからの展開がすごく楽しみなブランドさんなんですが、ちょっとね、どっかで買ってレビューしたいなとは思います。抽選販売とかになってかなり需要の高いね、工房さんだと思うので、ちょっと簡単にね、ふいと買えるかはわかんないんですけれども、買った時はね、レビューしたいなと思います。続いて、渡辺工房さん。これは僕の興味本位です。ということで、いや、ちょっと僕ね、初めて、このブランドさんちょっと知ったんですけれども、鏡餅も作ってるんだ。こんな感じの欅のシャーペンなんかもありまして、木軸ペンの工房さんと言ってもいいのかな、この工房さんは。いや、欅のね、この色味めっちゃ好きなんですよね。ちょっと、なんていうのかな、ブラウンという赤っぽい使い込んだ感じの色味がありつつ、なんかちょっとね、いいですよね、このデザイン。価格が8800円ということで、そんなにめっちゃ高いわけではないですね。渡辺木工芸さんもちょっと検討させていただきます。はい、続いてトヨタのアップサイクルペンケースをレビューしてほしいですということで、これが車の製造をした時の余った部分をリサイクルして作ったペンケースらしいですね。環境に優しいし、見た目もスタイリッシュで、私も欲しいのですが、シーサさんのレビューが欲しいのですということで、いやー、いいですね。レクサスの車両に使用される上質なシートレザーの端材をアップサイクルして生まれたペンケースということで、僕自身ね、レクサスの車乗ってるんですけれども、車のね、シートって本当に頑丈なんですよね。もうやっぱり摩擦とか、ちょっとね、濡れちゃったぐらいだったら全くびくともしないし、超頑丈っていうイメージがね、あるんですけれども、いかんせんやっぱりシートにするってことはめちゃくちゃ革をたくさん使うってことで、その分ね、端材が生まれやすいということで、それを有効活用したペンケースらしいですね。本当になんか傷とか気にせずガシガシ使えるっていうのもいいのかなとか思いながら、個人的にはこのね、ブラックカラーが気になりますね。価格が4680円ということで、やっぱりね、本革のペンケースの中ではかなりお手頃な方なんじゃないかなと思います。ちょっと気になるところとしては、横から見た時にね、後ろの方がちっちゃくなっていくので、入る容量がね、こっち側とこっち側で結構変わってくるのかなみたいな。そこでなんか、そんなにたくさんの容量は入らないのかなとかは思ったりはしますが、そうですね。これは多分製造を簡易的にするためにこのデザインにしてるのかなっていうふうには思うんですけれども、ちょっと気になりますね、これも。はい、続いて、ライコニックのソリッドライトなんてどうでしょうか。あ
りがとうございます。これですね。最近ちょっと話題になってるシャーペンなのかな。少しずっしりしながら絶妙な重心バランスで、快適なホールド感を得られるラバー塗装なんですね。でさらに転がり防止のために設計されたこの六角リングなんか、これもなんか筆記具好きの人が作ったみたいな、なんかそんなような感じがしますね。ソリッドライトって名前がかっこいいですね。握っててストレスフリーなシャーペンなんじゃないかなとか思いつつ、重心の位置が、ほぼ真ん中より少し前ってことで75ミリとかそれぐらいなのかな。低重心っていうわけではなさそうですね。で、本体はラバー塗装になっていて滑りにくいよっていうところだったり、149ミリっていうことで結構全長自体は長めですね。一般的なシャーペンって140ミリとかそれぐらいなので、ちょっとロングボディということで、これまたなんか製図としてすごく向いてるシャーペンなのかな。気になるお値段が、3960円ということで、4000円いってないんだ、これで。ちょっとこれはね、気になりますね。はい、続いて、ファーバーカステルのラウンドシェイプレーサープラチナコードがいいですということで、世界一高い消しゴムというので、どんなものか使ってほしいです。これはね、本当に昔からある消しゴムですよね。僕も文房具にハマってからずっとこの消しゴムはね、気になってたんだけど、22,000円っていう価格が、もうどうも、22,000円あったらちょっと他の買うかなみたいなので、なかなか買うのにね、踏み切れなかったんですが、ちょっとこれを機にかなり気になるところではありますね。いや、すごいですよね。消しゴムですよ、消しゴム。100円とかあればいい消しゴムっていっぱい買えるのに、もう22,000円という、ファーバーカステルの中でもね、ちょっとワンランク上のシリーズが伯爵コレクション、グラフフォンファーバーカステルっていうのなんですけれども、それの消しゴムっていうことで、もう本当にね、コストカットとか関係ないから、とにかくいいものを作ろうみたいな感じで作ったんじゃないかなと思います。いやー、気になりますね。これはね、もう100万人記念で買いますわ。これはね、もう決定ということで、行かせていただきます。ありがとうございます。はい、続いて、バハギア&クラフトのラウンドジップペンケースお願いしますということで、こちらですね、バハギアさんもね、すごい文房具好きの中では、人気の、ブランドとなっておりましてですね、本当にいろんな種類が出て、いや、すごいなとか思いつつ、これプエブロレザーが使われたラウンドジップペンケースで、中見てみると、いいですね。4本差しのペンケースで、定規がここに入りながら、クリップがね、ここに挟めたりとか、付箋とか入れれる、かなり、なんていうのかな、汎用性が高いペンケースになってるんじゃないかなと思います。で、なんといってもね、これすごいのが 12,900 円っていう価格もすごいなと思いまして、いや、やっぱプエブロレザーで、この価格でできるのは、なんか理由があるんですよね。普通じゃ絶対できないもん、これは。しかもこのペンホルダーのところはブッテーロっていうね、これまたいい牛革を使ってるんですよね。で、内張りもヌバックレザーってことで、これも本革でしょ？実際に品質はどうなのかとか、どんな使い心地なのかっていうところもすごい気になるので、これもね、ちょっと100万人規格で買えるかは、すごい人気だと思うのでわかんないんですけれども、ちょっとね、いつかは買って紹介したいなというふうに思います。はい、続いてデュポンボールペン限定品 W07 ジェームズボンドスペクター145034紹介お願いしますということで、はい、こちらになりますね。W7 とコラボして作ったモデルがあったんですね。いや、めちゃくちゃかっこいいこれ。ちょっとなんかダークグレーな金具が使われていながら、すごい立体感があるね。これ、ギューって絞られたような、螺旋のような溝が入っていて、すげえかっこいいですね。いや、これちょっと検討させていただきます。ありがとうございます。はい、続いて、並木エンペラー20号の4モデルをレビューしていただきたいと思います。こちらの万年筆は単なる高級文具ではなく、何十回にも及ぶ漆塗りと研磨によって仕上げられた日本の職人技の結晶であり、100万円というスケールの規格に最もふさわしい文具だと感じています。朱漆っていうものですかね、の温かく力強い色合い、20号黒漆の重厚な光沢、
20号朱漆の、経年で美しく変化する漆の味わいなど4本すべてが明確に異なる個性を持ち、実際に手にすると圧倒的な存在感があります。また大型の20号2部ならではの安定感と滑らかな書き味は一度体感すると忘れられないほど特別です。そして何よりこの象徴的で歴史的価値の高いモデルにもかかわらず、日本人 YouTuber でさえレビューしている人がほとんどいない希少な文具である点が、この企画で取り上げる意義をさらに強くしていると思います。私自身、このシリーズを初めて手にしたとき、文房具一本にここまでの時間と技術と情熱が込められているのかと深く感動し、ぜひ今回の100万円企画で丁寧に紹介していただきたいと強く願っていますということで、いやもう本当にこの文章を読むだけですごく欲しいなと思わせてくれた素晴らしいコメントです。ありがとうございます。皆さん並木っていう万年筆ご存知でしょうか？自分もねちょっとあんまり詳しく知らなかったのでチャット GPT に聞いてみたんですが、並木は、パイロットが世界に誇る最上位ブランドという、そういった位置づけになっていまして、車で言えばトヨタに対するレクサスみたいな、そういった位置づけになっているそうですね。本当にこの日本の職人技とか技術を世界にね、通用させるためのすごい、万年筆だよっていう、そういったブランドなんですが、こちらですね。いやー、かっこいい。ちょっとね、やっぱね、並木もね、気になる。正直パイロットのカスタム漆もめっちゃ気になるんだけど、100万人記念にふさわしいのってどっちかって言ったら、並木なのかなみたいな。いや、なんかマジでそんな感じがしますね。なんか並木でナンバー20っていうのが20号なのかな。で、ナンバー50っていうのが50号で、50号の方が大きいのかな。ちょっとね、ここら辺の詳しい違いが、やっぱりパッと見写真じゃ全然わからないので、そういったところのね、比較なんかもしてみたいなとか思ったりしています。いや、すごい。あと、ここら辺のコレクションなんかもすごいですね。本当にね、アートですね、これは。チキンコレクション。チキンね。チンキンコレクション。すごい立体感があってかっこいいですね。ひたすら欲しい。やっぱもうね、最高峰欲しいんですよ、僕は。今回の100万人記念で。本当に最高峰にふさわしい。しかも日本ですよね。本当にこの日本の素晴らしい技術を YouTube というね、媒体で世界に広めたい。なんか本当にね、そう思ってきました。これは本当にもう候補に入れさせていただきます。続いて、セーラー万年筆の伝統漆芸、霊石川創作春景加賀塗りを紹介してほしいです。理由は漆の筆記具から感じ取れるインスピレーションをシーサーさんの解説で聞いてみたいからです。ということで、ありがとうございます。すごいな、これ。漆の塗り重ねでこの模様をね、作り出しているらしいですね。これすごいな。実物見たらめちゃくちゃかっこいいかもしれない。はい、続いて、バラストペンっていうのを紹介してほしいです。理由は、このペンの重さが 200g と超絶重たいペンなのでっていうことで、マッスルメカニカって感じですね、これは。で、買ってみたいけど、ちょっと高くて買えないボールペンってことで、100ドル、1万5000円ぐらいですかね。すごいな、これ。もうなんか、脳筋シャーペンですね、これは。ボールペンなんだ、これ。これはもう本当に脳筋ボールペンですね。いやー、これは確かに気になる。200g って半端ないですからね。僕が作ったこの合成感マックスシャーペン、これが 43g なので、4倍から5倍ぐらい重たいということで、まさに脳筋ボールペン。ちょっとこれはね、重たいペン好きの僕からしたら、ぜひ買ってみたいボールペンかなと思います。はい、続いて、ローレッツ 2.0 のシャーペンということで、ローレッツさんのね、この金属加工の技術って本当にすごいらしくて、ぜひともこれは、手にしてみたい一本かなと思います。いや、美しいですよね、このシュッとした、加工。この削り出しの加工もそんな簡単じゃないですからね、作るの。固定式口金を先端は使ってるっていうことで、書き心地もめちゃくちゃいいんじゃないかな。野原工芸がね、本当に昔に使ってた金具と同じ金具を使ってるんじゃないかなっていうところで、合成感もかなり高いのかなっていうふうに思います。金属加工を極めまくった、そんな、ブランドさんだと思ってるので、ちょっとね、ぜひとも、買ってみたいなというふうに思っています。
続いて、クラフトデザインテクノロジーのケリーかなということで、ペンテルのケリーを、クラフトデザインテクノロジーがオリジナルで、作ったみたいな、そんなようなペンとなっていまして、これまたね、めっちゃかっこいいんですよね。ちょっとこのリングの、中央のリングのところの金属の切削の仕方とかも、元祖のケリーとちょっと違っていたりとか、この上の軸なんかもね、ロゴがかなりかっこいいなっていう感じですし、いや、いいですよね。ホワイトなのかな、この樹脂のところは。とか、気になっております。で、価格も2750円ということで、別にそんなに、本家のケリーよりはね、高いんですけれども、これまた気になるシャーペンですね。これは本当にね、もう10年前の文房具にハマった時からずっとこれは気になっているシャーペンなので、これを機にね、買うのもありかなということで、これも候補に入れさせていただきます。で、最後、ペンテルのスマッシュを長尺で紹介してほしいですということで、これはありがとうございます。そうですね。これはもう買うというよりかは、やっぱりね、僕が文房具にハマったシャーペン、一番最初のシャーペンってペンテルのスマッシュで、はじめ社長さんのね、動画を見て、そこでハマったんですけれども、本当に僕の原点とも言えるね、ペンテルのスマッシュの動画を、今ね、ないんですよね。シーサー限定色のスマッシュを紹介する動画はあるんですけれども、本当に元祖のブラックのスマッシュだけを紹介するっていう動画はね、実は本当にチャンネルを立ち上げた当初作ったことはあったんですけれども、ちょっとそれをね、非公開に今しておりまして、今上がってるのでないんですよね。それもね、今更ではあるんですけれども、本当にね、自分の文房具好きになったきっかけのペンということで、やっぱりそれはね、やっぱり作って残しておきたいなっていう気持ちもあるので、これもいつかね、買うわけではないんですけれども、やりたいなというふうに思います。はい。ということで、ちょっとごめんなさい。今回の動画、めちゃくちゃ長くなっちゃったので、一旦これで区切らせていただけたら嬉しいです。今回ね、紹介したこの文房具の中から、何にしようかっていうのをちょっとじっくり動画外で考えさせてもらいます。で、次の動画では実際にこの100万円の中から何を買うのかっていうのの、発表動画にさせていただきたいなというふうに思います。今ここにね、書いて候補に上がってるこれらの文房具をもう全部買うってなるともう100万円絶対超えるので、この中からどっかをね、削ぎ落としていかないといけないんですよね。そうですね。なので、ちょっと、これは動画外でじっくり検討させてもらって、次の動画では実際に100万円で何を買うのかっていうのを、発表会という感じで動画を作っていこうかなと思います。ちょっと今回かなり長くなってしまったんですけれども、いろんな、文房具について新しく、知れるきっかけになれたら嬉しいなと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。